こんにちは。日本語ラーニングのさゆりです。今日の動画では日本語の中でもユニークなオノマトペを紹介したいと思います。皆さんもアニメとかでドキドキとかワクワクとか聞いたことありますか？日本語には気持ちとか音とか動きとかを表すオノマトペがたくさんあります。そもそもオノマトペって何なのかというと、日本語では擬音語っていうものと擬態語っていうものがあります。それを合わせたものがオノマトペと呼ばれています。擬音語は、例えば犬の鳴く声、ワンワンとか、雨の音、ザーザーっていう、こういった音が実際にあるものを表した言葉が擬音語と言います。一方で、ドキドキって心臓が鳴る音とか、楽しみでワクワクっていう言葉に関しては、実際には音が聞こえないけれども、それを表した言葉。それが擬態語というふうに呼ばれています。今日はそのオノマトペの中でも気持ちとか感情を表すオノマトペを10個紹介したいと思います。皆さんはいくつ知っているかぜひ教えてください。まず一つ目が先ほども出てきたワクワクという言葉です。これはもう楽しみすぎて、胸が高鳴って寝れないっていう時とか、明日久しぶりの友達に会えるとか、旅行にもうすぐ行けるっていう時にワクワクっていう表現を使います。例文、旅行の前日はワクワクして寝れない。二つ目のオノマトペはドキドキです。これはちょっとワクワクとも似ていて、興奮したりとか、あとは逆にちょっと緊張で興奮していたりする時にも使います。心臓がすごい速くなるっていうイメージでドキドキっていう風に使います。例文はテストの前日はドキドキするなどです。三つ目はガーンっていう言葉です。これはショックとか驚きで気持ちが沈む様子を表しています。例文で言うと、せっかく買い物に来たのに財布を忘れてガーンとしたっていう形で使えます。四つ目はふわふわです。これは気分でも使えるし、例えば犬とかを見て毛がすごい長い時とかにふわふわっていう表現もしたりします。でも気分の場合だと、まるで空に飛んでいくかのようなふわふわとした気持ちとか、すごい夢を見るような気分の時とかにふわふわするっていう風に言えます。例文は上司にものすごい褒められてふわふわするとかです。次に五つ目がイライラです。これは苛立つっていうちょっと不機嫌になるっていうことを表す動詞から来たものです。なので落ち着かなくって怒りっぽい気持ちの時にイライラっていう風に言います。例文は電車がものすごい遅れてイライラするっていう感じです。六つ目はもやもやです。これは気持ちがちょっとこんがらがったりとか、あんまりスッキリせずに曇っている状態を表します。例文は好きな人から返信が返ってこなくってもやもやするっていう感じです。七つ目はうっとりです。すごい気持ち的にリラックスしたりとか、すごい落ち着いている状態を表します。例えば、すごい素敵な音楽を聴いてうっとりするっていう感じです。八つ目は、くよくよです。これはちょっと悩みがあったりして沈んでしまったりとか、自分がちょっと弱気になってしまっている時にくよくよするっていう風に言います。例文は、小さな失敗でくよくよするなです。八つ目は、ほっとするです。これはなんとなくわかるかもしれないんですけれども、思わず息がはーってなってしまうような安心する感覚を表現します。例えば、テストが終わってほっとしたっていう形で使えます。最後は、ウキウキです。これは、ワクワクと似ていて、心が軽くて楽しい気持ちの時に表現できます。例えば、春になると気分がウキウキするとか、あとは、ウキウキとワクワクを合わせて、
来週の旅行、ウキウキワクワクだねっていう風にも使えます。今言った10個のオノマトペの中で皆さんは何個知っていましたか？ぜひコメントで教えてください。日本語はこういったオノマトペを使うと、その感情が結構ダイレクトに伝わる感じがして、一緒にその感情を感じやすくなったりするんですね。なので、ぜひこのオノマトペを使って日本語で喋ってみましょう。ちなみに皆さんの母国語にはどんなオノマトペがあるのかも教えてください。ここで日本語ラーニングのアプリの紹介です。さくら NL っていうアプリを知っていますか？さくら NL は簡単にネイティブの日本語を学べて、毎週コンテンツがアップロードされます。ネイティブがよく使うナチュラルなフレーズを一緒に練習したりすることもできます。楽しく学ぶことができますので、ぜひチェックしてみてください。ここまで見ていただきありがとうございます。こんな動画を作ってほしいっていう動画のリクエストもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。